はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ベルリンキャンペーンでドイツ軍を使いつつ、最近のエンリステッド界隈の話をしたいと思います。お、味方が砲撃を要請してる。はい、OK。いやー、でもびっくりしましたね。まさかのアップデートが大型アップデがないという。はい、OK。結構敵が入ってますね。いて。うわー、すごいいっぱいいる。9キル。まだだいぶいるな。おお、すごい。なんじゃこりゃ。ベレッタ。おいおいおい。おお、すごい。グレネード。はい、ナイス。いけ。あ、戦車。そうで、アップデートが何もなかったのと、あとはしかもそれに関する説明が運営から何もないということでしたね。まあだから、アップデが来ないことが問題っていうよりは、何も説明がないっていうのが問題ですね。やっぱり楽しみにしてたユーザーは多かったので、ユーザーの心が離れないようにしてほしいなとは思いますが、でそれで言うと、24日に画像がフォーラムに上がってたんですよ。なんかこのエンリステッド内のどっかの街をこう見下ろすような画像で、手前に手前にこう爆弾が映ってるみたいな。でその爆弾にメンテナンスボムって書かれて、こう街を空爆しようとしてるような画像がフォーラムに上がってたんですよ。はい、 OK。 だからそのメンテナンスボムでこうゲームを一新させるみたいな雰囲気だったので、やっぱりいよいよアップデートが来るのかなって思ってたんですけど、何も来なかったっていう感じでした。で実際にはバトルパスが更新されただけっていうことでしたね。はい、 OK。 おーっと危ねえ。ナイス。それで言うと、例のティア表の方もフォーラムで結構ユーザーを運営が困惑させてたので、ティア表最初は10段階でユーザーに出して、これをベースに新しいエンリステッドではマッチングを行いますって説明をしました。でユーザーの意見を聞いて、一回そのティア表を取り下げて、しばらくしてから5段階に直して再提出してきましたよね。っていうことをすると、当然ユーザーはマッチングの表が作り直されたものだとそれは思いますよ。けど実際には、開発順を示すものであって、マッチングには関係ありませんみたいな。でユーザーたちが欲しい情報っていうのは、武器のアンロックの順番っていうよりは、新しいエンリステッドでどの武器とどの武器がマッチングするのかっていうことなので、その辺もなんかちょっとずれてるかなと思いました。ほんとね、アップデが来ると思ったらすっぽかされて、ティア表もいつの間にか開発順を示す謎の表にすり替わるという、KO フォックスに翻弄されっぱなしで狐につままれるとはこのことかと思いましたけど、痛え。一応倒した。
まあでも最初はそのティアを10段階に分けてマッチングを行うっていう話だったんですけど、実際には、バトルレーティングがまだ公表されてないものがあって、はい、OK、 それをベースにマッチングを行うっていう話です。でこのバトルレーティング表って早く公表すべきだと思うんですよ。っていうのが、もうそのマッチングシステムの変更っていうのは決まってるので、それを早くしてもらわないとユーザーはこう判断基準がないっていう状況なので、そこは早くしてほしいなって思いますね。例えばバトルレーティングが仮に10段階だったとして、で今回例えば金武器で追加されてるファーカーヒル、アメリカ軍の M2 カービンがすごい数、ドラム式のセミオートライフルも同じく、はい OK、 ファーカーヒルの方も同じくバトルレーティング10だったとしたら、それならM2 カービンの方を使うわみたいな、まあ逆にセミオートの方が使いやすいっていう人もいると思いますけど、まあいずれにしてもそういう判断基準が早めに欲しいですね。でまあそれについては、フォーラムで運営が、10時間前ぐらいに回答してました。ユーザーがいつ発表になるんですかっていうのに対して、開発者側のジェームズ・グローブが、バトルレーティングの発表は2週間後から4週間後ぐらいになりますっていう風に返信をしてました。はい OK、まあ、今回の件があるので、まあ、どこまで信用していいのかっていうところはあると思うんですけど、一応そんな感じですね。はい OK、 ナイス。ということで今回は、ベルリンキャンペーンドイツ軍でプレイしながら最近のエンリステッドについて話しました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画で。